はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回の動画で10月15日の日食が大事だよという話をしたので、そこから2週間を特に細かく見ていきたいと思います。それとあとカペラノートをご予約いただいた皆さんありがとうございます。こちら11月の頭から順次発送していきますので、お届けまでもう少々お待ちください。そして10月20日までにご予約いただいた方の中からご予約特典として、抽選で4名様に、私のミニ鑑定をプレゼントさせていただいています。もう抽選方法は至ってシンプルで、そのカペラノートをお届けするその中に当たりくじが入っていたら当たりです。なので、そこからアクセスしていただいて、一緒に Zoom でお話ししながらその時の悩みとかいろいろ鑑定させていただければなと思います。では行きましょう。早速10月後半のタロット、お羊座さんからです。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードエース、ワンドキング逆、ワンドクイーンの逆、そしてソードの2すいません、カップ4の逆すいません、ワンド5の逆と忍者ですね。はい。そして気をつけることや対策は、皇帝の逆とお月さんとオラクルは、はい、カップ3の逆です。ちょっと混ぜてる時にすごく思ったんですよね。やっぱり今この日食の時っていうのはお羊座の皆さんにとってはとにかくパートナーシップ、人間関係がとても強調されているので、自分がどのような関係を作りたいか、人に対してどうありたいかっていうのを、決めていくタイミングなんだなと思ったんですね。もちろんそこから人間関係良くなっていくとか、新しい契約とか新しいつながりできるってことも十分にありえるんですけれども、その運任せでそうなっていくというよりは、ご自身がどう決めるかっていった時に、やはり出だしがソードのエースなので、なんかこう正直な自分でなんかごまかさずに正直な自分でこうはっきりとものを言っていこうっていうふうに決めたりとか、またはこう人に対して優しくあろうって思ったり、こう強くあろうと思ったり、自分の人に対しての在り方っていうものをなんか強く決めていくんだなっていう感じがしたんです。でそれはどちらかというと心の中でそう決意する、こうしていこうっていうふうに決めるっていうことが大事みたいで、現実的にはさほどそれによって何かトラブルが起こるってことはなさそうですし、こう誰かと揉めるってこともなさそうで、表面的にはとても穏やかな凪の状態っていう感じがしますね。そしてこう心の中でそれだけこう強くちゃんとしていこうとかこうしていこうっていうふうに思ってる割に現実がそんなに動いていないというところで、なんとなくこうもやっとするというか肩透かしな感じがあるかもしれませんね。自分なりには精一杯こう向き合っていこうとか言っていこうっていうふうにしてるけど、相手はそんなに響かなかったとか、そういう感じかもしれませんね。だけどカードが言っているのはですね、例えばこの10月にじゃあすごいこう仲直りできてよかったねとかっていうのではなく、一番大事なことっていうか、一番お羊座の皆さんに起こっている大事なことっていうのは、自分の在り方を人に対しての自分の在り方をどう、決意していくかっていうことなので、その他者からの言動で自分が満たされるっていうわけではないみたいなんですよね。なのでその他者の言動によって自分が安心するとか落ち着くっていうことはあまり期待せずに、自分がこうあれだからいいっていうところでの落とし込みにしてほしいっていう感じがします。そしてすぐにやっぱり結果は出ないというか、でこう言ったからよくてああ言ったからダメとかっていうそういうのは一切なくって、ご自身が本当にいいと思うあり方で接していけば、時間をかけてゆっくりとそれは解けていくものだよみたいな感じがしたんです。その物事って一足飛びにね、何か一つこう打てば全部に響くっていう時もあるんですけど、この時は
そういう感じじゃなくて、ゆっくりじっくり浸透していくっていう感じなので、それがいつかねその花開く時が来るっていう感じで、すぐには響かない感じで、水面下でゆっくり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 溶かされていくっていう感じですね。とてもでもいいですね。深い情熱があるっていう感じもありますし、誰かに対してすごい向き合って、積極的に向き合っていける時だけど、喧嘩していくとか揉めるっていうこともなさそうですし、深く自分がどうあるかっていうのをすごく考えている時なんだなっていうふうに思いました。なのでどっちかっていうと、その見えないね関係性とかその状況っていうのはそんなに変わらないけれども、自分の心の中でいろいろ動きがあるのかなっていう感じがあって、強いてあげれば、ものすごい実力があるとか、バイタリティがあるとか、そのやる気があるんだけど、それが 100% 何かの形で出せるかっていうと、なかなか出しづらく、ちょっと自分の中では出し損ねてるわけではないんですけれど、もうちょっと何か早く動いたらいいのになとか、どうすればもっとすっきりするのかなっていう形で答えを探していくっていう2週間になるみたいですね。でもすごくこれは大事な時間のような気がします。単に何か一つ行動を起こして、それがいい形になって、ああよかったっていう、そういうシンプルなものではなくて、じっくりとここで感じておくことが必要みたいな感じですかね。今なんか感じておくことが必要っていう感じがするんですね。物語が展開していくのはもうちょっと後でも大丈夫で、前回の3ヶ月の動画の方で11月になんか気づきがあるんだって言ってたんですけど、10月はなんとなく水面下で少しずつ温めていく、それが沸騰するまで温めていくっていう感じです。でも全然それは燃えてるわけですから、消えてるわけでないのでね、いい感じです。ただ皆さんが思ってらっしゃるほどのその周りの反応だったりっていうのはそこまで良くないかもなって感じがしました。ちょっとオラクル見てみましょうか。はい、ペンタクルスの7の逆と、ソード2の逆ですね。ここでもソード2が出てるんですけどね、ワンドクイーンということで、何とも言えない気持ち悪い感じがあるかもしれませんが、どう言ったらいいのかな。なんか時を待つって感じなんですよね。何でもね時期尚早にならないようにちゃんと育ちきるまで待って、今だっていうところまで温めるみたいな、そんな感じがしました。ですごくそのワンダのキングとか皇帝とか自分の中に強さがある、ちゃんとしっかりとしたその強さは芽生えていて、それは消えてないし、それを何かの形で出していきたいって思うんだけど、なかなか周りとの熱量が違うっていう感じがするんですけど、でもそれが全然悪いことではなく、なんかお羊座の皆さんからしたら若干生ぬるいのかなっていう状況の中で、でもその中で自分ができることを必死にやっていく、そしてそれと同時に自分の心も整えていく、状況も整えていく、今自分がなぜ今こういう感じなのか、こういう気持ちになっているのかっていうのを感じていくことで、だんだんと煮詰まってくる、だんだんと煮詰まってきてきちんとした明確な答えが自分の中で出てくるよっていうふうに出てるので、それまではちょっと寝かしておくっていう感じかもしれないですね。特にねこの10月24日からっていうのはまた流れが少し変わって、またトンネルに潜っていきますみたいな感じがあるので、見えないものを見ていくと洞察力とか直感とかそういうのはすごく鋭くなるんですけど、表立ったね勝負みたいなのはあんまり適さない時なんですよね。はい。ですので、人間関係で言うと決して悪い時ではないし、すごく必要なね体験をできそうな時なので、表面的な関係性とか、相手が嬉しいことを言ってくれるとか言ってくれないとか関係なしに、自分の在り方をしっかりと見つめる2週間にしてください。そしてビジネスとかでも全然悪くないんですけど、そこまで気持ちが盛り上がってないのかなっていう感じがするんですね。悪いわけじゃないけど、そこまで気持ちが入らないとか、なぜか違うことしたくなるみたいな感じがあるかもしれませんが、それも通して何か今お羊座の皆さんってわざと止めさせられてるみたいな、わざと止まってしっかり見ていきましょう、自分の深いところをとかしっかり見ていきましょう、気づかなかったことをっていう感じの時期なので、
これもまたね、ビジネスもどれだけ売り上げ上げてるかとか、どれだけ成績上がってるかとか、自分の立ち位置がどうかっていうよりは、自分のその本当の力っていうものをじっくりと感じていただく2週間にしてもらえたらなと思います。でオラクルがやっぱりカップの3の逆なので、何か目先のね感情を喜ばしてくれるようなカンフル剤はあんまりないっていう感じがして、なのでその誰かに喜ばしてもらうとか嬉しいこと言ってもらうっていうことではなく、しっかりと自分の中で自分の価値を目覚めさせていくための沸騰していく、こうちょっとボイルしている時間っていう感じがするので、これはもう少し時間がかかるのかなと思いました。でもそれ確実に外れる時が来るので、焦らずに今をしっかりと大切に過ごしてみてください。そんな感じかな。はい、ちょっと今回あっさりですがここまでにしておきます。また次回はですね、11月の頭もしくは10月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。